皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近は元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは日本のハロウィンです。もうすぐハロウィンですよね。皆さんの国にはハロウィン文化はありますか？そして日本のハロウィンと聞くと何か思いつくものはありますか？皆さんもご存知の通り、ハロウィンは日本の文化ではないです。ハロウィンは日本の文化ではないですが、日本ではどのようなハロウィン文化があるのか、日本人にとってハロウィンはどのようなものなのかについてお話ししていきます。まずはハロウィンの発祥、どこから、この文化が始まったか皆さんご存知ですか？ハロウィンはヨーロッパの古代ケルト人が行っていた祭礼サウィンが起源だと言われているそうです。ケルト人とかサウィンの発音が合ってるかわかんないんですけど、ヨーロッパから始まったものとされています。サウィンは夏の終わりを意味していて、秋の収穫を祝う、そして、悪霊を追い払う宗教的な行事として古代ケルト人の暮らしに根付いていたものと言われています。そしてこのハロウィンが世界中に広まっていって、皆さんの知っているハロウィン、今現代でお祝いしたりパーティーしたりとか、国によって地域によって違いがあるかもしれませんが、今の形になっていきました。では日本ではいつどのように始まり広まっていったのかですが、始まりは1970年代の東京の原宿にあったキディランド原宿店という、有名な雑貨店があったみたいなんですが、そこのお店が一番最初にハロウィンを取り扱った、お店と言われています。そのお店が、ハロウィンの仮装をしたりとか、飾り付けをしたりとか、そういったものをして、そこから、広まっていったと言われています。1970年代ってことは、今から約50年前です。こう考えると、ハロウィンが日本で始まったのってめちゃめちゃ最近じゃないですか？そしてこの後すぐ、みんながハロウィンを知っていって仮装をしたりとか、そういった文化が広まっていったわけではないです。この1970年代頃に初めて、そういったハロウィン文化を取り入れたお店があったってことなんですけど、その後日本で多く知られるようになったきっかけは、東京ディズニーランドなどのテーマパークがハロウィンイベントを開催したことで、日本でも、多くの人に知られるようになっていきました。テーマパークは多くの人が行く場所だし、CM で見たり、街の広告で見たりとか、そういったものもありますよね。実際にパークに行かなくても。これが1990年代と言われているので、この時代はもちろん SNS とかスマホはなかったですよね。なので、実際に行ったり、テレビで見たり、広告を見たりして、このハロウィンというものが、日本で広く多くの人に知られるようになっていきました。多くの日本人がこのハロウィンというものを認識しだしたのは本当にここ30年ぐらいの話です。日本で知られるようになっていったんですが、日本人が他の国で行っているような文化を取り入れていったわけではないです。日本のハロウィンはお祭り気分を味わって、かぼちゃやお菓子などハロウィン風にアレンジしたお菓子を売り出したりとか、そういった商業的なイベント、会社がお金を儲けるための一つのマーケティング方法としての性質が強いです。多くの商品を買ってもらうため、売り上げを上げるため、パーティーしたい人たちに仮装の衣装とか売るため、そのためのハロウィンっていう感じが、ちょっとはあると思います。なので本当にそのハロウィンという文化とかを
日本にも取り入れていって楽しむというよりかは、一つイベントを作り出してみんなで楽しもうぜみたいな感じが強いです。なので子供たちが仮装して近所を回ってtrick or treat とかって言ってお菓子をもらったりとか、かぼちゃを買ってきてくり抜いてハロウィンのなんて言うんですか、顔を作ったりとか、そういったことはないです。一切ないというわけではないと思うんですけど、私はやったことないし、私の知っている限りでは子供の頃に仮装をして近所を回ってお菓子もらったとか、なんかそういうのは聞いたことはないです。最近の方がよりそういったハロウィン文化はどんどん浸透してきているので、もしかしたらあるかもしれないですけど、私が子供の頃はそういったものはなかったです。よくあるのは家をちょっとハロウィン風に飾ったりとか、なんか置物とかオーナメントとかそういったものを置いてハロウィン気分を味わうというのはあります。あとはお店とかに行くとハロウィン限定メニューとか、かぼちゃを使った期間限定のメニューとかが販売されているので、そういったものを買ったり食べたりして、ちょっとハロウィン気分を味わう、秋の気分を味わうといったことはあります。街でお店とか商業施設とか、なんかショッピングモールとかに行くと、ハロウィンの飾り付けが本当にたくさんされています。なので、それを見て、日本でもハロウィン文化があるんだなとか思ったことがある方はいるかもしれません。子供向けのイベントだと街で、trick or treat って言うと、飴がもらえるよ、キャンディーもらえるよみたいなのはあるんですけど、実際に本当に子供たちがなんか近所でそういったことをしているかと言われると、全然そんなことはないです。じゃあ本当にその飾りだけなのかってなると、そうでもないです。皆さん、渋谷の、ハロウィンの日の映像を見たことはありますか？東京の渋谷のスクランブル交差点とか、あの辺のエリアの映像なんですけど、毎年ハロウィンの日は仮装した人たちがその渋谷を埋め尽くして騒ぎまくって酔っている人たちも多分たくさんいて、いろんな問題とかが起きたりしているんですけど、これはコロナ前までは本当にひどかったんですけど、コロナ後はまあもちろん集団で集まったりしてはいけないということで、多分マシにはなっているかなと思います。こういったことからもわかるように、日本人にとってハロウィンは大人になってから仮装して楽しむみたいなイメージというか雰囲気があります。なので子供の頃から仮装して可愛く楽しもうみたいな感じというよりかは、大人向けのイベントっていう感じです。先ほども言ったんですけど、こういう時って大体本当にみんな酔ってるし、物を壊してしまったり、ゴミとかも散らかりまくるし、街もめっちゃ汚くなるし、そこにあるお店、普段とか普通に営業しているお店とか、お店の前にゴミが散らかってたらめっちゃ迷惑ですよね。ただ仮装して街を出歩くというか、楽しむだけならいいんですけど、全然そんなことでは終わらないので、パーティーとかしたいなら個人の家とか場所を借りてするとか、そういったのが一番かなと思います。そして皆さん知っているかわからないですが、渋谷、その一番有名なスクランブル交差点とかがある渋谷区では夜6時から、翌朝の5時まで、6pm から 5am まで、この夜の時間は路上での飲酒が禁止になりました。日本は路上飲酒が OK っていうので有名だったかもしれないんですけど、渋谷区では、もう飲酒ができません。朝の7時にお酒を飲みたい、道でお酒を飲みたいとかだったら大丈夫なんですけど、夜の6時から朝の5時まで一番多く人がコンビニで買ってちょっと店飲んだりとかあるかもしれないんですけど、そういったものは禁止になりました。なんでかっていうと、飲酒で酔ってトラブルが起きたり、みんな本当に騒いだりするので、迷惑だったり、道にゴミをたくさん捨てたり残していったり、ポイ捨てしたりとか、そういったのが、
本当に最近は多くて問題になっていたので、もうついに禁止になりました。なので日本でハロウィンといえば仮装をして街に出てといった印象があるかもしれないし、そういった日本人もたくさんいますが、街で騒ぐ目的のハロウィンはちょっと問題ありですよね。なので仮装して、個人個人で楽しむっていうのが一番ベストかなと思います。今回は日本のハロウィンについてお話ししました。日本でハロウィンが広く知られるようになったのは1990年代頃で、つい最近の話です。この昔からある伝統や文化が伝わってきたというよりかは、仮装をして楽しんだり、会社が商業目的で、それをマーケティングの一つ、なんかイベントをしてみんなに楽しんでもらおう、もうちょっとお金をたくさん儲けようといった感じの要素が強めです。なので子供が近所を回ってお菓子をもらったり、かぼちゃを買ってきてなんかくり抜いたり、そういったものを楽しむっていう文化はあんまりないです。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。